アンニョン、パックンです。今日ですね、偶然に東京で活動されている形成外科の専門医の方を見つけました。韓国でお医者さんであれば、年収数千万円が保証された黄金ルートじゃないですか。なぜ日本まで来てこんな挑戦をしているだろう。日本でお医者さんやるってどういう意味だろう。それが気になって取材をお願いすることになりました。軽く自己紹介お願いしてもいいですか。すいません、ご紹介、すごくて、恐縮です。表参道で自分のクリニックやっている日本の形成外科専門医のベクと申します。今日よろしくお願いします。お願いします。今回では、韓国での医師生活を辞めてなぜ日本に来たのかを聞いていきたいと思います。それでは5つの質問でいきます。質問1つ目が、もともと日本という国に対してどう考えていたのかが気になりました。私は外国高校を卒業したんですけど、日本語も全然知らずに、日本に対しては、近くて先進国という考えだけで、こうやって日本に私と縁になるとは思ってなかったんですよね。医学部卒業した時にも、友達から日本で医者になれる道があるという話は聞いたことがあるけど、日本に大きな考えはなかったんですよね。じゃあ、俗にあるアニメ好きとか日本文化好きではない。ただ日本のドラマは好きだったんです。日本ドラマ。昔、リーガルハイというドラマとか、私が当時日本語勉強しながら見てたドラマとかは、ちょっとこの話したらみんな笑うけど、昼顔と言って、昼顔が若干プリン金のドラマなんですよ。上戸彩が大好きだったし、半沢直樹大好きだったんですよね。その人たちが出た作品はほとんど全部見た。それを見て、なんとなく日本文化ってこんな感じかなぐらいだったんですね。そうですね。で、2つ目の質問ですが、なぜ日本に来ようと思ったのかというところで、先ほどの話で言うと、周りの人の影響があったと思うんですけど、どんなイメージですか？そうですね。当時付き合ってた人がもうすでに日本に進出して医者をやっている人がいましたし、QOL とか家族との付き合いとか考えて、すでに日本に進出している先生の話も聞いて、長期研修医だけやって帰ろうと思ってたんですけど、こんなに長くなってこちらで定着というか生き残るようになったんですよね。じゃあ日本で住んでみて、日本っていいかもってなって、今までって話ですよね。そうです。大事な役割がコロナだったんですよね。正直、長期研修を終えて帰ろうと思ってた考えをしてた時期があったんですけど、行こうとしたら隔離がめっちゃ厳しかったんですよ。タイミングに間に合わない。そしたらこちらでもうちょっと行ってみようかなという時期に、今の妻に会って、そういうことで生活がこちらで定着になったと思います。そしたら次3番目の質問ですが、日本で住んでいくっていう、決定に対して周りの反応、友達とか親とかの反応はどうでしたか？日本に来ようとしてた時、私もこんなに定着しようと思ってなかったし、ということで、医者の中でも珍しい道だったので、反対というか心配の声もあったしなんですけれども、パク君も上がると思いますけど、妻が日本人だよと言ったら、韓国の周りの韓国人の男の子がみんな、羨ましいと言うじゃないですかね。そういうこともありますし、何より私こちらでの生活がストレスが少ないんです。少ない。韓国であれば多分ストレスが多かったと思うんです。今私の年齢で。それと今までずっと研修を受けたり、いろいろな生活するのにストレスが今までは多かったです。ストレスというのは具体的に言うと？それは私の勝手な考えなんですけど、韓国で入試大変だったじゃないですか。軍隊も行かなきゃならないじゃないですか。韓国では腕がとてもいいのに、まだマーケティングがうまくいかないクリニックが多いけど、こちらではそういう面でかなり楽な感じだというか、という感じですよね。自分の余裕時間も多くて。仕事する環境とかはどうですか？例えばお客様とのやり取りとか。韓国より楽です。お客様のクレームってなると大変なイメージがあります。大きな問題は起こしてないから、確かにないわけではないけど、誠意持って対応したら解決できる問題がほとんどなので、そういうことであんまり大きな問題は今までなかったですよね。じゃあその時の最適解を探していったら今に至ったっていう。そうですね。で、4番目の質問が、日本でお医者さんするためにはどういうプロセスなのか。これ韓国と一緒ですか？すごい簡単に言いましたら、韓国にも最近ハンガリーとかウズベキスタンとかモンゴルで、正直それは国内の医学部が進学ができないから、そこの医学部卒して戻ってきて、予備試験とかでする先生らとか、そういう道があるんですよね。そもそもはそういうプログラムだったと思ったらいいんです。日本でも
そういう枠のための定員枠だったんですけど、それが外国人の私とかもできるような機会がありまして、試験があるんですよね。一応自分が卒業した学校が WHO の何らかの学校のリストに登録されていて、それを書類として証明して、書類を厚生労働省に提出して、実機の試験があるんです。模擬の患者さんに対して、診察をする、シチュエーションを作るんですよね。試験をやって、カルテ作成するのにも、日本人に準じて、問題ないんですよということが証明されたら、日本人の医者と同じく、医学部6年生と同じく、医師国家試験を受けることができるんですよね。そこを受かったら、日本の医者と同じような医師免許が発給されるんです。そうなったら、その後で初期研修医やって、韓国の直美みたいに医学部だけ卒業して、美容とかやってる先生、そういう先生もいますし、研修を受けてやってる専門にとって、大学病院とか残る先生も多いし、私は経済が専攻したので、出て、こうやって表参道で自分の美容クリニックやっています。日本で勉強した期間？韓国で実は仕事しながら勉強してて、それはだいたい1年半くらいかかって。で、研修医としては1年半くらいかかったんですよね。じゃあ日本でお医者さんになるために、だいたい3年ぐらいは時間使ってイメージですよね。そうですね。だいたい3年ぐらいだと思います。で、最後ですが、日本に来て実際にあった一番大変な障壁、ハードルは何でしたか？最初は言葉の壁とか、例えば、ヤクザの円弧爪、聞いたことありますね。聞いたことある。円弧爪とかやって、組織から、組から足を洗うために指切りなんですけれども、円弧爪の患者さんに繋げてあげましょうかと、すごい真面目に救急センターで青みたいに聞いてあげたり、そういうのは今はすごい思い出で残ってるんです。その時当時は大変だったんですよね。日本のお医者さん協会みたいなところで、韓国人が来たぞみたいなことはなかった？いや、そんなことはあんまり目の前にはなかったんですよね。後ろではわかんないけど差別を受けたりということはなかったです。全然もう日本人のお医者さんと同じ感じで。そうですね。最初の初期研修は逆に配慮があったんですよね。来たばかりなので、日本語発音とかが、つとかずとかの発音になるじゃないですか。そうできないのが当たり前だよということで、逆にそれが私、地元の病院で、札幌のある病院でやったんですけど、すごいスタッフ良かったしということで、温かく導かれて、それですごいいい人に恵まれて、ここまで来たと思います。皆さん優しかったんですね、周りの方々。はい。っていうところで、韓国で医者免許を取って、日本で医者さんするためにはどういうプロセスがあるのかだったりとか、外国人だからこそどういう苦労があるのか気になったんですけれども、ちゃんと日本で優しい方々に恵まれて、ちゃんと実力見せてこられたと思うので、とても感銘を受けました。次の動画ではですね、日韓の整形事情について聞いていきたいと思います。ぜひ楽しみにしてください。あと、ペク先生は東京の表参道。そうですね。BB クリニックを経営されています。興味ある方はお問い合わせしてみてください。以上、たくんでした。お疲れ様でした。ありがとうございます。